皆さんこんにちは。ハンドメイドきよちゃんです。今回はこちらの浜中さんのエコアンダリアを使って、透かし模様のバッグを編んでいきます。素材はレーヨン 100% で、ビニールっぽい糸になります。1玉 40g で糸長は約80メートルになります。かぎ針は5号から7号になっていますが、今回5号針を使用します。標準ゲージはかぎ針で長編みで編んで17目6段になるそうです。で、色番は59番になります。中から糸を出していきます。3.0 ミリの5号針で編んでいきます。で、鎖の作り目で、底から編んでいきます。作り目は42目編んでいきます。一回絞ってここから、鎖を編んでいきます。1、2、3、4、42目編み終わったとします。ちょっと半分ぐらいしか編んでないんですけど、要点だけ編み方の説明をしていきます。はい、そしたら作り目を編み終えたら立ち上がり鎖1目編んで、今編んだ次の最初の目ですね。この、最初の目にこれは鎖の部分でいいです。この鎖の部分1本拾って細編みを編みます。このように1本拾って細編み。これで42目細編みを編んでいってください。今123-4目編んだので42目編み進めてください。1目の中に1目ずつ細編みを編んでいきます。はい、最初の作り目の最初の目に来ました。42目目です。細編み42目目このように編んだらそのまま、プラス3目今の目に細編みを編んでいきます。1、2、3。はい。なので、全部で4目細編みが、最初の目に入りました。そしたらもう1目細編みを編んで、折り返していきます。なのでここは5目細編みが入ることになります。そしたら次の目ここの時に、この糸端の、この糸端も一緒に編みくるんで、いきます。針の上に、糸端を乗せてこのように編みくるんでいきます。でまた、1目ずつ細編みを編み入れていきます。ね、なので、ここを5目、細編みを編んであとは1目ずつ、41目は
1目ずつ細編みを編んでってください。この時、こっちは2本拾う感じで作り目を拾って編んでいきます。この糸端は、適当に編みくるんだら、外して編み進めてください。はい、最初の目に来ました。最初の目に、細編みを1目編んで、はい、そしたら、この最初の目にあと3目細編みを編み入れます。1、2、3目。はい、3目編んだら最初のこの細編みの目に糸を引き抜いて、これで1段目が終わります。そしたら、2段目立ち上がり鎖1目編んで、最初の目からまた、42目細編みを編んでいってください。はい、42目細編みを普通に1目ずつ編んできました。そしたら、前段で、目を増やした123目細編みを編み入れたこちらの目に2目ずつ細編みを編み入れます。同じ目に針を入れて細編み、これで、1目増えました。でまた隣の目に針を入れて細編み、同じ目に針を入れて細編みで、隣の目に針を入れて細編み、同じ目に針を入れて細編み。はい、これで3目また増えました。そしたら、折り返しでまた普通に、この、5目この編み入れた前段で5目編み入れた、5目目の目になりますけど、ここからまた、1目ずつ42目細編みを編んで戻ります。はい、42目編んできました。そしたら前段で、編み入れた3目のところに、2目ずつ細編みを編んでいきます。同じ目に針を入れて、これで1目増えました。今度次隣の目に針を入れて細編み、同じ目に針を入れて細編み、最後同じ目にまた針を入れて細編み、これでまたこちらも3目増えました。そしたら、2段目の最初の目に針を入れて糸を引き抜いて、これで2段が終わります。3段目も同じように立ち上がり鎖1目編んだら、まず1目ずつ細編みを42目編んでいきます。1、2、はい、42目細編みを編んできたら、前段で増し目を編んだところになります。そしたら、1目おきに増し目をしていきます。最初に増し目を編みます。
細編みを2目編み入れたら、次は1目細編みで、また隣の目に針を入れて増し目細編みを2目編み入れます。はい、そしたら、隣の目は増し目なく1目細編みで、隣の目は増し目1目の中に細編みを2目編み入れます。で、最後こちらは、増し目なく細編み。これで、1目おきに増し目を編みました。今6目、このカーブのところを、増し目してまた3目目が増えました。そしたら、今度からまた、折り返しで増し目なく細編みを42目編んでいきます。1、2、はい、そしたら、カーブのところに来ました。また同じように、1目おきに増し目していきます。あと1、2、3、4、5、6目あるので、最初に増し目1目の中に2回細編みを編んだら、次は増し目なく細編み、次は、同じ目に2回細編みを編み入れます。次は1目細編みで、次は増し目で、最後に、1目細編みを編んで、これでまた3目目が増えました。で、最初の目に、糸を引き抜いて、これで3段目が編み終わりました。4段目は、カーブのところを、2目おきに増し目します。同じように立ち上がり鎖1目編んで、最初の目から1目ずつ細編みを42目編み進めます。はい、カーブのところに来ました。前段で最初に、増し目を編んでいますので、4段目は、最初に細編みを編んでから増し目をします。前段で増し目をした2目のところには、細編みを1目ずつ編み入れます。はい、2目編んだら次の目で増し目を編みます。1目の中に2回細編みを編み入れます。そしたら、また1目の中に1目ずつ細編みを編みます。はい、2目編んだら増し目、もう一回同じ目に針を入れて増し目で、次2目普通に細編みを編んで、これで、1、2、最後増し目で終わります。はい、これで、また3目目が増えました。そしたら、今度からまた増し目なく42目細編みで戻っていきます。42目編み進めて、このカーブの手前まで来ました。そしたらこちらも同じように、前段はここ増し目になっている2目を1目ずつ
最初に細編みで編んでから増し目を2目編んで増し目、2目編んで増し目を3回繰り返します。はい、2目編んで今増し目を編みました。2目細編みを編んで、3目目は増し目、同じ目に針を入れて増し目で、最後1、2細編みを編んで最後の目は増し目で終わります。はい、そしたら、最初の目に糸を引き抜いて、これで、4段、底の部分を4段編み終えました。そしたら一度この裏側から、すいません、これはミニサイズですけど、この裏側から、浮かせるように軽く、スチームを当てて編み地をまっすぐにしていくと、編みやすくなると思うので、できたらスチームを当ててください。そしたら、ここから10段、サイドの部分を、バックのサイドの部分を10段108目で増し目なく編んでいきます。同じように立ち上がり鎖1目編んだら、108目、1目の中に1目ずつ細編みをそのまま、編んでいきます。で、最後108目目編んだら最初の目に、糸を引き抜いてまた立ち上がり鎖1目編んで細編みっていう形で繰り返し編んでいきます。はい、14段、10段増減なく編んできました。トータルで14段編み終えたところです。そしたら、最後の目細編みを編んで最初の目に糸を引き抜いて、これで14段トータル14段編み終えました。そしたらここから模様編みに入っていきます。ここから2段は1目おきに鎖を編んでいきます。立ち上がり、鎖1目編んだら最初細編みを編んで、その後鎖を入れて、で目を1目飛ばして細編み、鎖を編んで目は今ここ編んだところで、次の目は飛ばして細編み、鎖を編んで1目飛ばして細編み、これを繰り返し編んでいきます。最後の108目目に来ました。最後の目は鎖で終わります。そしたら、最初の目に針を入れて糸を引き抜いて、これで模様編みの1段が編み終えました。そしたら2段目も同じように立ち上がり鎖1目編んで細編みを編んで鎖を入れて、今度は細編みのところに細編みという形で繰り返し同じように鎖と細編みを繰り返し編んでいきます。はい、模様編みの2段目も編み終えました。最後鎖を編んで最初の目に糸を引き抜いて、これで、終わりました。そしたら、模様編みの3段目は、クロス編み
が入ってきます。立ち上がり鎖3目編んで、これが長編み1目分になります。そしたらプラス1目鎖を編んで、本当だったらこっちが編んでいく方向なんですけど、針に糸をかけて、で、この前段の最後、鎖を編んで細編み編んだこの細編みの目に針を入れて、これで長編みを編みます。足を伸ばしてこのように長編みを編みます。そしたら次はこの1目飛ばして、これが最初の細編みの目になるんですけど、ここの目ではなくてこの鎖の目の123段目、模様に入る前のこの細編みをずっと編んできたこの、2目目に針を入れて、2回、針に糸を巻いて、で123段前のこの目に針を入れて糸を引き出して1回編んで、もう1回編んで、また編んで、これで長々編みになります。そしたらまた、クロスを編みます。針に糸をかけて、ここが細編み、次が細編みですね。細編み鎖、細編みの細編みのところに針を入れて長編みを編みます。そしたら鎖を1目入れて、また針に糸をかけて、今ここ細編み編んだ前の鎖の前のこの細編みのところに針を入れて、長編み、はい、このように編んでいきます。そしたら次は長々編みになります。今ここ細編み編んだ隣のこの、鎖を編んでるところです。この2段3段前のこの細編みの部分に針を入れて長々編みを編みます。2本抜いて、また2本抜いて、また2本抜く。これを繰り返していきます。次は長編みのクロスです。ここが細編みで鎖で細編み、ここの細編みのところに針を入れて長編みで、この鎖を1目入れるのを忘れないように編んで、でバックして、この2目前の細編みのところに長編み、はい、そしたら次は長々編み、鎖のところ123段下のところの細編みのところに長々編み、はい、このように編んでいきます。はい、最後に来ました。
最後長々編みを編んで、終わります。最初のこのクロスのところの、ここ立ち上がり鎖3目の3目目、これが4、見にくいんですけど、ここの3目でこれが4目目になるので、この3目目に針を入れて糸を引き抜きます。はい、これで、クロス編みの部分が1段編み終えました。そしたらこれ3段1模様になるので、また、細編みと鎖編みの繰り返しを編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、今ここ引き抜いたところのこの鎖3目の3目目のところに針を入れて細編みを編みます。そしたら、鎖を1目入れて、次はこの、長編みを編んだこの目に針を入れて細編みを編みます。そしたら、鎖を1目編んで、この長々編みの部分は飛ばして、このクロスの長編みのところに細編みで、鎖を編んで、またこの長編みのところに細編みという形で、前段でクロスの間に鎖が入ったところは鎖編みで、長々編み編んだところは鎖編みという形でになります。この、前段の長編みのクロス編みの長編みの部分のところは細編みという形になります。最後は、最初のこの模様編みの1段目と同じように、鎖で終わります。鎖を1目編んだら、最初の目、この細編みを編んだところの目に糸を引き抜いて、これで1段編みを終わりました。そしたらまた同じように、細編みと鎖を繰り返し、細編みと鎖を繰り返し編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、細編み鎖細編み、2段目は、同じように編んでいくので、細編みのところに細編み、鎖のところは鎖っていう感じで編んでいきます。2模様目の、このクロス編みの部分なんですけど、最初の部分はここの編み方と同じなんですけど、それで、次が長々編みになるんですけど、この時に、ここが最初の細編みの前段の細編みの目になるんですけど、隣のこの鎖のところの目のこの、1、2段3段前がこの模様編みのこのクロスのちょうどこの鎖の目になります。クロスの、間に鎖を1目編んだんですけど、この目に針を入れて長々編みを編んでください。はい、もう一度、針に糸をかけて、ここが細編み鎖細編みなので、この2目飛ばして3目目のこの細編みに長編みを編みます。そしたら鎖を1目入れて針に糸をかけて戻る感じで、2目前の細編みのところに、
長編みを編みます。そしたら次が長々編みになります。この次の目が鎖ですので、鎖の1、2、3段前がこのクロスのこの真ん中の鎖になりますので、そこに即に針を入れて長々編みを編んでください。はい、このように編んでいきます。そうすると1段目とこうずれた感じでこの長々編みがなります。模様を1、2、3、4回繰り返し編んできました。そしたら最後長々編みを編んで、最初の立ち上がり鎖3目の3目目に糸を引き抜いて、これで、模様編みが終わります。そしたらまた細編みを、編んでいきます。108目編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、今引き抜いたところの目に針を入れて細編み、はい、この前段の、鎖のところに即に針を入れちゃっていいと思います。細編み、このように1目ずつ拾って108目細編みを編んでいきます。この、クロスのところの、間の鎖のところも、即でもいいし、このように上の鎖の部分を拾って、細編みでもいいし、このように編んでいきます。はい、108目編んできました。最後も長々編みのところに細編みを編み入れて終わります。そしたら最初の目に糸を引き抜いて、同じように、細編みで増減なく108目編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、このように前目1目ずつ細編みを編んでいきます。あと9段編んでいきます。